もし拒絶したはずの相手があなたと恋人になれたと思い込んでいたら、2018年4月8日、アメリカアリゾナ州パラダイスバレー。真夜中、とある住宅へ警察が駆けつけました。誰かいるな。出先で防犯カメラを見た家主から不法侵入者がいると通報を受けていた警察。その家に足を踏み入れると、ベッドのシーツは乱れ、キッチンにも使用した形跡が。家主が留守中にもかかわらず、そこでは確実に誰かが寝泊まりしていました。そしてそれは警察がバスルームを訪れた際のこと。扉を開けると、そこでは一人の女性が何食わぬ顔で入浴していたのです。勝手に他人の家に上がり込んでいた彼女は一体何者なのか。実はその女性は約1年前、この家の家主とマッチングアプリで1回会っただけの女だったのです。マッチングアプリで一度会っただけにもかかわらず、家でくつろいでいた女。なぜ彼女はまるでその男性の彼女かのように振る舞っていたのか。男性から向けられる拒絶の全てが、その女にとっては愛情に見えていたんです。おそすけんちゃんです。いや、宮みこです。何その格闘家みたいなやつ。まあいいんだけどさ、私、9月に北海道にまた行くんですけれど、マジ？何しに行くかっていうと、新庄を見に行くの。っていうことは、イコールエスコンフィールドに初めて行くってことなんだけど、まあエスコンフィールドはいいとしてね。エスコンフィールドって何？日ハムのそう、日本ハムのスタジアムでね、そこで試合観戦するんだけど、札幌に泊まるのね。だから札幌でせっかくなら美味しいジンギスカンと味噌ラーメンを食べたいと思って、ちょっとおすすめの店をみんなに聞きたいなと思って、あなたなんかどっかおすすめの店とか知ってる？わかんないからエビラーメンとか食いたい。いやいや、味噌ラーメンって言ってんの？味噌ラーメンか、すいません。エビ味噌でもいいんですけど、だからちょっとみんな穴場、ちょっと有名店とか私もさすがにわかるから、穴場こう行ったらそんな混んでないし、しかもめちゃくちゃ美味しいみたいな、めちゃくちゃ都合のいいこと聞いちゃってごめんなさいですけど、教えてください。今回はアメリカアリゾナ州で起きた非常に恐ろしいストーカー事件をご紹介します。犯人の女性は被害者が留守の間に勝手にね、家に上がり込んでそこで生活していたんです。ちょっと怖すぎ。何こそこそついてく感じがストーカーなのに、もうめちゃくちゃ距離近いじゃないのよ。彼女の中ではね、もう恋人同士くらいの距離だったんです。逮捕後、拘置所内でインタビューを受けたその女性は一体何を語るんでしょうか。運命の人。2018年5月10日、アメリカアリゾナ州マリコパ郡エストレラ拘置所には、とある女性へのインタビューのために報道陣が集まっていました。オレンジの囚人服に身を包み、カメラのフラッシュの中姿を現したその女性の名はジャクリーン・エイです。ある男性へのストーキング、脅迫などの容疑で収監されていた彼女は、自分が犯罪者であるという自覚がないかのような笑顔を浮かべ語り始めます。会った瞬間、彼をソウルメイトだと思いました。これから私たちは結婚して幸せになるんだと。エイデスは被害者の男性について自分と多くの共通点があったと話しました。誕生日が同じであること、同じ名前の兄弟がいること、お互い父親がカイロ出身のエジプト系ユダヤ人だということ、二人ともベジタリアンだということ、それらの共通点からエイデスは被害男性と出会ったことが単なる偶然ではないと感じていました。最初のデートは彼の両親も含めたシャバットでした。シャバットというのはユダヤ教の安息日のことで、仕事から完全に離れて家族と過ごし、心身を休める神聖な時間。エイデスは被害男性が初めて会った自分をその時間に迎え入れてくれたことにも特別な意味を感じていたのです。そして家族も交えたそのデートの後、エイデスは被害男性の自宅で3日間を一緒に過ごしたと。全てうまくいくと思っていました。アインシュタインが光の方程式を発見したのと同じように、私は愛の方程式を発見したんです。目を輝かせながら被害男性との馴れ初めを語ったエイデス。それだけ運命的な出会いをしておきながら、なぜ今彼女は犯罪者として収監されているのでしょうか。時は1年前まで遡り、2017年1月19日、エイデスは地元フロリダ州から約3700キロを移動し、アリゾナ州の高級住宅街パラダイスバレーへ訪れていました。彼女がそこへやってきたのは、マッチングアプリで知り合った男性と会う約束をしていたから。エイデスはその男性とのやり取りの中で、彼こそ運命の人だと確信していました。そこで待っていたのは、化粧品会社の CEO を務める男性アイザック・ベン・シャバット。二人は一日デートを楽しみ、その日のうちに体の関係を持ったと言います。エイデスの話では、この後彼女は3日間アイザックの家に滞在したはず。しかし実際のところ、エイデスと会ったその日の夜、アイザックは確かに彼女にこう告げていました。今日はありがとう。でも君とまた会いたいとは思わないかな。
アイザックはその夜もう連絡してこないでほしいとはっきり伝えエイデスと別れたと言います。ところが何をどう取り違えたのか、エイデスはデートが終わった直後からまたメッセージを送ってきたのです。アイザック、あなたを愛してる。優しくして永遠にそばにいてほしい。もう会いたくないと言われて帰ってきたにもかかわらず、まるで恋人になったかのようなメッセージを送ってくるエイデス。彼女はそこから1年半でアイザックに15万9000通ものメッセージを送りました。彼の家で3日間過ごした後、メキシコの別荘に来ないかって誘われたけど私が断ったんです。彼ったら四六時中私を監視してたいみたいで、そんなことしなくても大丈夫よって。エイデスの話と被害者アイザックの話は明確に食い違っていました。アイザックは自分のことを監視したいと思っている。エイデスがそう思った理由は彼の家に監視カメラがあったというだけのこと。さらに彼女はアイザックが自分の車に GPS を仕込んだ、スマホで勝手に連絡を取れないように細工したなどと実話か疑わしい話を並べました。まるで彼が自分を束縛していると言わんばかりに。15万通ものメッセージを送ったのは見返りを求めずに愛を与え続けるためなんです。それが私が発見した愛の方程式なんです。怖すぎ。何、家に監視カメラがあるだけで四六時中私のこと見てたいだろってどんだけの妄想癖なのよ。エイデスはね、被害者の一挙手一投足が自分への行為に見える状態にあったとされてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、悲愛妄想について。悲愛妄想とは、相手が自分を愛していると強く信じ込む妄想のこと。この状態にある人は相手の反応を見て恋愛感情を判断するのではなく、先に相手が自分を愛しているという思い込みがあり、その結論に合うように現実を組み替えます。例えば1回のデートだけでもう連絡を取りたくないと言われたとしても、悲愛妄想の人は照れている、愛を試されているなどと捉えてしまいます。こうした思い込みから返信もないのに15万通以上のメッセージを送るような異常行動につながってしまうのです。この話聞いてると被害者とさ、共通点がいっぱいあって運命を感じたっていうのも妄想よね。被害者の話とね、全部食い違ってるんで、ほんとそうだと思います。では、エイデスはなぜ一度会っただけの男性にそこまで執着したのか。そこには彼女の生まれ持った性格と当時の精神的な不安定さっていうのが関係していたんです。贅沢な女。エイデスはフロリダ州コーラルスプリングスの裕福な家庭で育った女性。事件の数年前に美容学校を卒業しエステティシャンとして働いていました。普段は穏やかで特に問題のある性格ではなかったようですが、多くの友人は彼女を少し変わっていると感じていました。というのもエイデスは一箇所に定住することを嫌い、フロリダ、ロサンゼルス、ラスベガス、マイアミなど各地を転々としながら生活していたのです。まるで放浪者のようと友人たちは言いますが、ただの旅人ともまた雰囲気が違います。彼女の放浪は愛車のメルセデス・ベンツに2匹のチワワを乗せての放浪。住まいも高級地ばかりの非常に贅沢な旅だったのです。 SNS に並ぶのは高級ブランドのサングラスをかけた姿に高級ホテルに滞在している様子、音楽フェスの VIP チケットを入手した報告など、傍目に見てセレブな自由人という印象でした。父親が保険会社の重役で生まれが裕福だったエイデスは幼少期からその贅沢が当たり前だったのかもしれません。そのせいもあってか、交際相手もいつも裕福な男性だったと知人は語っています。エイデスはマッチングアプリでシュガーベイビー、いわゆるパパ活をすることを好んでいたとも。その要求も高く、過去の恋人には日本円換算で月750万円もの支払いを求めていたといいます。エイデスはラクシーという富裕層向けのマッチングアプリを愛用。そこで出会った化粧品会社の CEO アイザックに惹かれたのも、彼が裕福だったことが一因にあったのでしょう。その証拠に彼女はアイザックにこんなメッセージを送っています。お金が必要。あなたは私に与えることになるわ。ただ裕福な男性と交際したいという欲求だけでは、被害男性アイザックに対するエイデスの異様な執着は説明がつかないように思えます。そう、原因と考えられる要素は他にもありました。実は事件が表面化する約2年前からエイデスは両親と疎遠になっていたといいます。両親からは頻繁に連絡を試みていたものの、ある時から彼女はまるで応じなくなったと。また2017年の夏頃には飲酒運転の公判を控えており、国外逃亡を計画していると知人に話していたとも。それだけでも何か様子がおかしくなってしまったように感じますが、まだ序の口です。彼女はこの頃知人に次のように話していたというのです。元夫が私を殺そうとしてるの。
エイデスはこの時元夫が警察を抱え込んで自分を監視していると説明したと言います。元夫ってさ、結婚したって話一回も出てきてなくない？おそらくね、それも妄想なんです。妄想としか思えない話を繰り返していたエイデス。知人によれば彼女がおかしくなり始めたのは処方薬の服用をやめたタイミングだったと言います。エイデスは後の精神鑑定で躁うつ病、統合失調症、そして悲哀妄想の兆候があるとされており、この頃からその症状があったのかもしれません。そして妄想を加速させたエイデスは33という数字にやたらとこだわるように、彼女は霊能力者から33歳で亡くなったイエス・キリストと同じ運勢を持っていると言われたと話していました。そしてユタ州のバーでバーテンダーに勧められた33番目にスピリチュアルな場所へ向かうためアリゾナ州を目指していたといいます。その矢先マッチングアプリでメッセージを送ってきたのがアイザックでした。彼がアリゾナ州で暮らしていることを知り、エイデスはそれを神の啓示だと受け止めました。エイデスのアイザックへの異様な執着は裕福な男性を求める元々の性質と当時の精神的な不安定さが重なってのものと考えられるのです。これは誰がどう見てもまともな精神状態じゃないわよね。いや、ほんとそうなんです。そして妄想を募らせ、アイザックが自分を愛していると思い込んでいたエイです。彼女の執着っていうのは、ある出来事をきっかけにどんどんエスカレートしていくんです。狂気の気配。被害者のアイザックがもう連絡は取りたくないと言った後もエイデスからのメッセージは変わらず届き続けました。そのためアイザックは彼女の連絡先をブロック。その直後に起きた出来事にアイザックは思わず血の気が引く思いをするのです。エイデスとのデートからちょうど半年後の2017年7月、アイザックは彼女の愛車の黒いベンツが自宅の前に止まっているのを目撃。そう、エイデスは3700キロも離れたフロリダで暮らしているにもかかわらず連絡先をブロックされたという理由でアイザックの家までやってきたのです。アイザックはすぐに警察へ通報。エイデスは警察の説得で返されますが、この時逮捕などはされませんでした。そして実はアイザックが警察に通報したこの出来事をきっかけに、それまでとはまたエイデスの様子が変わったのです。いつものようにエイデスからメッセージが送られてきたかと思えば、被害者アイザックはその内容に思わず凍りつきました。あなたの腎臓でお寿司を作るわ。あなたの筋膜と頭蓋骨を身にまとう。あなたの血でお風呂に入りたい。いや、これバラバラにして食べるみたいなこと言ってんじゃない？相当やばい状況なんじゃない？ほんとそう感じますよね。ここからメッセージだけじゃなくて、さらなる恐怖行動の連続になっていくんです。それまでひたすら愛のメッセージを送っていたエイデスは、この頃から遠回しにアイザックの殺害を示唆するように。そして彼女はアイザックの自宅付近をうろつくだけでは飽き足らず、さらに正気を疑うような行動に出るのです。2018年4月8日の夜遅く、警察は被害者アイザックの自宅を訪れた。海外出張に出ていた彼から自宅の監視カメラに部外者が映っていると通報があったためだった。誰かいるな。乱れたベッドのシーツに使用された形跡のあるキッチン、それに家の中を走り回る2匹のチワワ。そこには明らかに留守中の家とは思えない光景が広がっていた。そしてバスルームへ足を踏み入れると、脱衣所には女性ものの服が。警察が浴室の扉を開くと、そこでは一人の女性が我が物顔で湯船に浸かっていた。家主から通報があった。とにかくこれで体を隠しなさい。警官は裸のまま不思議そうに首をかしげるその女にタオルを差し出した。警官になぜここにいるのかと問われると、エイデスはこう話したと言います。頭の中で自分がここに住んでいるというシナリオを作ってしまったんです。だからここに来てそれが現実であるかのように振る舞いました。彼女は意味がわからない言葉を並べますが、要は妄想の中で自分とアイザックが同棲している設定になっていたのでしょう。そこからエイデスは警官と共に車まで身分証を取りに行くのですが、警官はここであるものを見てしまいます。それは助手席に置かれていた刃渡り20センチの肉切り包丁でした。アイザックが帰ってきたら殺すつもりだったんじゃない？もしかしたら。てかどうやって家入ったのよ？お金持ちの家だからさ、きっとセキュリティはしっかりしてるわよね。その点についてはね、報道されてないんです。なのでどうやってエイデスが家に入ったかはわからないんですが、ひょっとするとね、なんか合鍵作るタイミングがあったのかもしれないんです。エイデスは第1級住居侵入の疑いで逮捕・起訴されますが、間もなく釈放。するとすぐにまたアイザックへのメッセージが再開されました。私から離れようとしないで。殺してやる。殺人犯にはなりたくないけど、私はヒトラーの生まれ変わり。あの男は天才だった。より明確に殺害予告と取れる内容を送るようになったエイデスは起訴後の出廷も怠りました。そのため警察は逮捕状を取るのですが、その逮捕を目前にして彼女は最後の帰港に走るのです。2018年5月4日、被害者アイザックが経営する会社を訪れたエイデスは、そこにいた従業員に対し片っ端からこう言って回りました。私はここの社長の妻なの。
彼女は従業員に対しアイザックに合わせろとしつこく要求。店内にいた顧客も困惑する中、警察が駆けつける騒ぎとなったのです。この4日後の2018年5月8日、エイデスは脅迫、ストーカー、嫌がらせの疑いで逮捕。2日後に拘置所で開かれたインタビューで自身の行為について悪びれる様子もなく語りました。アイザックが自分の連絡先をブロックしたり警察を呼んだりしたのは、エイデスの愛がどれだけ強いかその覚悟を試そうとしていた。そしてエイデスが彼に脅迫のメッセージを送ったのは、もし自分の元を去るようなことがあればひどい目に遭わせるというジョークだった。エイデスのその言動は、自分は彼に愛されていると信じきっている悲哀妄想そのものでした。そして彼女は報道陣に向かい最後にこう言いました。陪審員は私を無罪にするだけでなく、彼と結婚するよう命じるでしょう。事件から1年後の2019年3月、精神鑑定の結果、エイデスは統合失調症、躁うつ病、悲哀妄想の兆候があるとされ、責任能力なしと判断されます。裁判所は精神状態の回復を目指したプログラムを命じますが、最終的に彼女は回復不可能とみなされました。そのため刑事告訴は全て取り下げに。エイデスは刑務所から精神保護施設へ移送された後、フロリダの両親の元へ戻り治療を継続することとなりました。被害者アイザックへの接触や彼の自宅があるアリゾナ州パラダイスバレーへの立ち入りは永久に禁止。一方でアイザックは弁護士を通じ、彼女にもう悪い感情は持っていないこと、適切な治療が受けられるよう願っていることを伝えたといいます。ただ結論から言ってエイデスがその後無事に回復することはなかったとされています。オンラインの墓地記録によると、彼女は2021年11月3日に亡くなっている可能性が高いのです。悲哀妄想の背景には、相手に愛されたい、特別な存在として選ばれたいという強い欲求が関係していることがあります。エイデスほど極端な行動に出るケースは稀ですが、相手の反応を自分に都合よく解釈してしまう人は私たちの身近にもいるかもしれません。明確に距離を置いているつもりなのに、なぜか相手には伝わらない。断っているはずなのに本当は嫌じゃないはずと受け取られてしまう。皆さんは拒絶しているのにその意図が相手に伝わらなかった経験はありませんか？おっさっす。皆さんいつもアレゴメトリーを見ていただいてありがとうございます。というわけでね、我々ね、夏にも差し掛かろうというところで、この度ね、ちょっとアレゴメトリーの視聴者さんから、オンラインサロン、秘密結社アレゴメトリー入りたいんだけど、なんかどんな動画があるかね、わからなくてね、お金かかるの不安っていう方もいらっしゃったんで、今回ね、7月末までにね、入会した方限定で、1週間分のね、無料期間を設けさせていただいてね、そこでこう、お試ししていただいて、気に入ったらね、ご継続いただけるっていうね、キャンペーンを用意させていただきました。オンラインサロンもね、もうかなりのね、期間をね、運営してますので、今ね、アレゴメトリーに上がってないね、オンラインサロン限定の動画なんとね、120分を超えました。というわけでね、オンラインサロン限定なんで、ちょっと過激な動画だったりね、YouTube に上げられないようなものばかりなんですけど、そちらもね、興味ある方はね、ぜひこのキャンペーンをね、利用して、秘密結社アレゴメトリーに入会してみていただければと思います。改めてね、7月末まで入会の方限定なので、ちょっとね、迷ってる方とかはね、試しにね、入ってみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで、引き続きね、アレゴメトリー、そして秘密結社アレゴメトリーをよろしくお願いします。あなたには人には言えないような隠れた願望はありますか？2019年10月、アメリカ・ルイジアナ州。いい加減少しは認めたらどうなんだ？何のことだか全くわからない。家族が心配だ。早く帰らせてくれ。それは警察署内の取り調べ室での光景。問い詰められている男は落ち着いた様子で、至って真剣な表情で相手を見つめています。しかし捜査官の方はそんな男の嘆願には耳を貸さず、冷たく鋭い目で睨みつけるばかり。その後も数十分にわたって押し問答が続きますが、男はあくまで自分は何も知らないというのみでした。苛立った捜査官がついに声を荒げます。証拠はある。子供たちがカップケーキを食べているこの写真だ。そして当日の朝、このケーキにお前がしていた映像が残っているんだぞ。カップケーキに自らのを混入させた男。男に汚された物体はなぜ子供たちの手に渡ったのか。己の性的願望を我慢できないこの男には、考えうる限り最悪の共犯者がいたんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。